昨年の秋にこれいただいたんですよ。おそらくキャブが詰まってるのか、エンジンかからへんというようなこと言ってたんで、その辺ね、ちょっと見ていきたいと思います。これがね、使えたらね、もう畑桑で耕さなくていいんで、だいぶ楽できるなと思っております。キャンピングカーを作りかけてからね、もうキャンピングカー作ってる最中はね、もう畑どころではなくてね、3年間ほったらかしにしてた畑です。もうキャンピングカーも完成ということで、再開しようと思っております。というわけでね、今回からは畑もね、楽してやっていこうということで、ちょっとこの耕運機を直してね、畑を再開させたいと思います。こんなもんかな。オイルはまだ入っとうし、ちょっとガソリンが、ガソリンタンクが開かねえ。そういう時はこれや。パシッ。あれ、上だけ回ってまうやっぱり。開きました。蓋を開けてみると、燃料は蒸発して空っぽ、中はサビサビ。まあ仕方ないですよね。数十年倉庫の中で眠っていた代物ですから。でもこの時はまだキャブレターと燃料系統の掃除をすれば治ると思っていたんですよね。はい、タンク取れました。中が結構、これ何で洗えばいいんやろ。これチョークレバーが動かねえぞ。チョークが固着しとんか、これは。この辺が全く動かんな。一回外すか。これはなんか、かぶさっとだけど。エアフィルター。エアフィルターやキャブレターを外して掃除していきます。はい、キャブが固着して、チョークレバーも動かへんし、アクセルも動きませんわ。こっちは全く動かんな。アクセルの方。こっちはあれでしょ。チョーク。キャブを掃除するとアクセルやチョークレバーも動くようになってきました。だいぶね、汚れが溶けてきました。めっちゃ軽く動くようになった。多分、通ってるな。パーツクリーナーの液が通るようになったので、これで詰まりも解消できたと思います。一度組み立ててエンジンをかけてみましょあれこれこっちちゃうな。これこっちやな。ちょっとこれ、動くんかな。パーツクリーナーのような可燃性のガスを吸気口から吹き込んでやると、少しエンジンが動いたりするもんなんですけどね。全くピクリとも反応がありません。これが、なんで戻らんのかな。これの仕組みがいまいちわからんな。なんで、これ他の向きには向かんしな。まだなんか部品があった。こっちで開いた状態。こっちで閉まった状態。いまいちようわからんな。一旦全部組み立ててね、ガソリンを入れてみることにしました。エアフィルターも元に戻しておきます。そしたら、とりあえず、
ガソリン入れてみる？後ろを開けとかんと。なんとなくガソリン入ってるような気がするような。キャブの方には燃料が流れているような感じがするんで、これでかかるはずなんですけどね。プラグがあかんかな？見てみよう。プラグの電池は何ミリ？プラグってこれぐらい？もっと太いんか。入らへんし。19ミリしかねえぞ。21ミリか。21ミリの長いやつ。そんなものはねえ。参ったな。エンジンやっぱかかんないんで見てみたらこっち側が詰まってました。そりゃ行くわけないわな。ここがね、ピンク色に見えてたんで、燃料来ているもんだと思ってました。ここを外してみよう。縦で通る。ここは抜けてる。詰まりなし。これも一遍外した方が良さそうやな。これフィルターがもうボロボロやな。うわ、これ、ちょっとどっかで、このフィルターを探してこんとダメっすね。こんなんどっか売っとんかな。パッキンもボロボロ。というわけで、こっちは抜け取ったけど、こっちが抜けてなかったということでございますね。そしたら、止めといて、これで燃料がいくかな。ポンプ的なものがないから、いってんね。燃料いったな。ダメだ。あとはどこやん？プラグよな。プラグを外すのどないしようかな。プラグレンチ買いに行こうか。こりゃ、今、ここにこれが入ったんやけど、オイルもあかんのか。オイル変えようか。ちょっとここもリオンなガソリン。パッキンを変えなあかんな。ワイヤーが滑り悪いな。ここが戻らなくなってきたんよな。グリスを刺してみるか。それだけのことやったみたいやね。あかん。あとはプラグよな。プラグレンチがとりあえずないから。これエアフィルターなんですけど、オイル式っていうやつで、ここにもエンジンオイルを入れるということで、ここエンジンオイル、ね、腐ってたんで変えたんです。エンジンの方のエンジンオイルもついでなんで変えましょう。よいしょ。オイルゲージついてるわ。これでだいたい出たかな。で、これどうやって入れる？入れる道具がないぞ。というわけで、これコーキングの先。そしてこれ余ってたホース。これでどう？ 0.6 リッターもいんの？そんなにいんの？ 0.6 リッターマジで？そんなに入ってなかったよな。ちょっと調べてこよう。0.6 リッターでしたわ。足りるんかな？これで 0.4。そして、あと 0.2。もうちょっと溢れたぞ。そんなに残ってたってこと？うわ、よく下にこぼれた。そしたら次。プラグやね。そう、プラグレンチ。プラグレンチってこれ、
探してみると箱スパナのセットの中に入っていました。真っ黒ではあるけど、どうなんでしょう。プラグを変えないと復活しないか。カーボンがめっちゃ溜まってます。これでだいぶカーボン取れたんじゃないかな。カーボンがね、詰まってるとね、スパーク飛ばないんで。できるだけこびりついたカーボンを取り除きます。で、スパークが飛んどんかな。一瞬飛んだけど飛ばへん。どういうことや。飛んでる？なんか飛んでないような気がするな。飛ばへんぞ。お、なんか一瞬かかりかけたぞ。何が原因だ。燃料来てるよな。なんやろな。ガソリンは入ってる。で、燃料も行き始めた。もう一回キャブバラしてみるか。そして、キャブレターは、昨日掃除したんですけどね。こっちの燃料入る方もちょっとバラしてみる。ここの仕組みが一体どうなってんのか。もう一つ意味不明なんですけど。なんか、圧力バルブみたいになってんのかな。なんか謎の部品。これがね、開くらしいんですよ。燃料は中に出てくるので大丈夫だとは思うんですけど、一応ここも開けてみたいと思います。どうやって取ればいいのか。パッキンが固まってるんでしょうね、これね。ネジ外すかな。取れた。取れました。パッキンが腐ってる。開けてしまったからには掃除して、パッキンも交換しないといけないですよね。これはなんか抜けてるもんなん。穴がある気配はないねんけどね。何がわかんねやろな。燃料ただ漏れか。パークが。飛んでんな。ラグが B6HS。なんかスパークが飛んでないような気がするな。どうもね、スパークが飛んだり飛んでなかったりするような気がするんで、イグニッションコイルを一度外してチェックしてみたいと思います。これがね、劣化してどっかから電気が漏れてるとかね。でなければ、こんなん壊れるかな。特にフックが破れて電気が漏れてそうなところとかは見当たらないので、掃除して戻したいと思います。スイッチが悪いってことないよな。ちょっと直で。これでいけそうな
気がしたので買ってきました。これどこから開けんの？もうね、これさっきすぐ近所にもう歩いて行ける距離に久保田があるんで、パッキン取れるって言って聞きに行って、取れますよって言うから、じゃあお願いしますって言って値段なんぼって聞いたら、輪ゴム4500円か4800円かって言われたんで、やめました。ぼったくりですよね。農家の人、そういうのに騙されて、結局野菜が高くなるという、そういうことになってるんじゃないでしょうかね。農業の闇を見てしまったような気がします。ぼったくりでしょ？これと、もう一個この奥のね、大きいパッキンね、4500円か4800円かって言われたんですよ。信じられへんでしょ？むちゃむちゃですわ。で、しゃあないから今、ホームセンターに行って、ちっちゃい方はね、これぐらいの大きさだと思うんですけど、書いてあったのが19ミリって書いてあったんで、19ミリのパッキン買ってきたんですけど、大きい方は49ミリっていうのがね、あれ全然ちゃうやん。19ミリじゃない。うわ、これ全然違いますね。結局、パーツリストで取ると違う部品が来てたってことですか？ですよね。全然19ミリじゃないし。燃料フィルターもね、欲しいですよね。ちょっとこの辺がガタガタなってね、この辺から漏れるんでしょうね。ダメだこりゃ。で、結局、パーツリストに19ミリって書いてあるパッキンは 24.5 ミリぐらい、24ミリぐらいですね。そうばっかりや。それと、プラグ、スパークが飛びにくいので、一応電気はね、発電してるんですよね。電圧が低すぎるのかもしれないですけど、一応、皿の同じやつね、買ってきました。とりあえず変えてみましょう。まあまあ、綺麗に掃除できてるでしょう。これやったらいけると思ったんですけどね。これやったら飛ぶんかな？見えへん。見えへんけど、ちょっとビリビリくるんで、一応発電もしとうし、かからへんってことは、ちょっとコイルの位置をもっぺん調整し直してみましょうか。一応ここのサビもね、落としたんですけどね。ちょっとこすってみる？線が破れてる様子はないんやけどな。絶縁不良が起こったんやろか。ちょっとさっきのテープがもともと巻いてあったのがこんなブチル系のゴムだったので、ブチルゴムテープでも巻いとこうかね。なんなんやろ。パーク飛んでるよな。ふすっとも言わん。こっちビリビリくるんよな。スイッチがあかんのかな。直結で飛んでないよな。飛んでない。ちょっと556入れて、キャブでないことを確かめよう。スパークが飛んどったら556刺したから燃えるはずやもんな。はい、そしたらですね、部品がやってきました。
これね、エンジンは同じで、この機種がちょっと違うやつのものなんですけど、これが一番ね、値段的に安かったのでね、ちょっとここのプラグの挿すところの形状が違うんですけど、こっちはどうも同じような感じなので、買ってみました。どうもね、この機種の純正のものがなかなか見当たらなくてですね、この機種のものだけが高いんですよね。需要が多いのか、ものがないのか、わかんないですが。まあ、とりあえず、これが同じ形のエンジンのものなので、いけると思います。XE の6の00、XE の6の00。よいしょ、なんか挟むもの。ちょっときついさ。よいしょ。じゃあこれで一回エンジンかけてみようか。オン。で、ガソリン。飛ばねえ。どないなっとんや、一体。コイルは大丈夫そう。バクーンってきた。なんなら、あとはガソリンがいっとったらかかるはずやもんな。どういうことなんやろ。キャブのね、部品、ここの縁ですね。これのパッキン、それと、あとこのフィルターのここのパッキンと、あとフィルター、その辺をですね、探してたんですけど、久保田の営業所に行って、この部品取ってくれって言ったら、あんまりにも高いから探しました。こっちのパッキン、ホームセンターで2つで200円。そして、ここの大きい方のパッキン、ネットで探して同じサイズのものありました。20本で650円いったかな。そして、ここのフィルター、なんか、フェルトかなんかの布を切って突っ込もうかと思ったんですけど、布がなかったんで、とりあえずこれね、燃料フィルター、これネットで、これは何個やったかな ?5 個か6個で、6、700円したかな。まあ、どっちにしてもそんなもんですわ。で、あったんで、これ買いました。キャブレターとね、燃料タンクの、この間にね、かましたら、どんな形でも、とりあえず、ゴミさえ、こっちの方に、キャブレターの方に行かなければね、大丈夫だと思うので、いいフィルターがないんで、これでもとりあえず入れとこうかなと思っております。さあ、そしたらね、キャブの方は全部掃除して、これも動くようになったし、各通りもね、とりあえずは通ってます。で、ちょっと分かりにくかったのが、ここですね、この壁面にちっちゃい穴3つ開いてるんですけど、ここが燃料噴射口なんですね。でそこが通るようになったんで、いけるんじゃないかな。あと、この辺の穴も通りました。おそらくこれで大丈夫なんじゃないかなと思います。
で、イグニッションコイルの方は壊れてたんで、皿を買うと、また、久保田べらぼうに高いんですよ。だから、中古品ヤフーオークションで探してね、このエンジンのついた他機種のものなんですけど、同じイグニッションコイルがついてたので、それのものを注文しました。この機種限定で探すとちょっと高かったんですよね。だから他機種にはなるんですけど、同じエンジンのものを見つけて、それをつけました、すでにね。そしたらキャブレターをエンジンに取り付けていきたいと思います。キャブレターとエアフィルターを取り付けました。そして燃料フィルターは仮のものを燃料タンクと燃料バルブの間に取り付けます。ああ、ちゃ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 。抜けた。これゆるいな。お、やっぱり漏れと。燃料タンクからやっぱごっついゴミ出てきとんね。インシュロックやったらここの上のところが、この刺さるところやね。ここが浮くんやね。ここが漏れますな。6ミリのパイプに変えるか。これが6ミリっぽいけど、これは入らんやろ、さすがに。無理やり入れたら入るもんですな。ゴミが出てきた。これインとアウト逆？このフィルターって中側にゴミたまんの？普通、ゴミって外側に見えるようにたまるはずですよね。これなんか構造上、もしかしたらゴミが中にたまるタイプかもしんないですね。とりあえず、かかんねえ。なんでやろ。こっちで開いとうし、燃料は1等はずなんですけどね。いってますね、燃料。ここまではタブまでは燃料いってる。なんやろ。キャブレターもスパークも大丈夫なことが確認できてるのに、何度やってもエンジンかからないんですよね。パッキン類も交換して燃料漏れもなくなったし、仮の燃料フィルターも取り付けました。早く動くようにして畑を耕さないと季節は待ってくれないんでね。一体どこが悪いんでしょうね。果たしてこの幸運期は無事治るのでしょうか。続きは次回に持ち越したいと思います。それでは次の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。